今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。このチャンネルでは日本語を勉強している皆さんと一緒に夜寝る前に日本語と日本文化についてゆっくり楽しく学んでいきます。今日は日本人の学び方について一緒に考えてみたいと思います。皆さんは日本の茶道を見たことがありますか？旅行中にお茶会に行ったことがある方もいるかもしれませんし、YouTube や映画で見たことがある方もいるかもしれません。私は最近実際に茶道を体験する機会がありました。それまでね、何度も見たことがありましたが、自分自身で体験するのは初めてでした。そして最初に感じたことがあります。それは思っていた以上に不思議だなということです。茶道というと、ゆっくり動く日本の伝統文化というイメージを持っている人も多いと思います。もちろん急いで動くことはありません。でも実際にはただゆっくり動いているわけではなかったんです。先生の動きは静かですが迷いがありませんでした。茶碗を持つ、布を畳む、柄杓を持つ、お湯を注ぐ、お茶を立てる。どの動きにも決まった順番があり、決まった美しさがありました。私も実際にやってみました。すると、思っていたよりずっと難しかったんです。茶碗は右手で持つのか、左手で支えるのか、いつ向きを変えるのか、どこへ置くのか。普段なら何も考えずにできることばかりなのに、茶道になると急にわからなくなってしまいます。一方で先生はとても自然に動いていました。考えながら動いているようには見えませんでした。まるで長年ね、体に染み込んだ習慣のように、静かに、そして美しく動いていました。私はその様子を見ながら、一つの疑問が浮かびました。どうしてここまで細かく決まっているのだろう。もっと自由でもいいのではないでしょうか。例えばね、歩き方や手の向き、表情、多分ね、すべてが決まっていると思います。お茶がね、美味しく飲めれば、それで十分ではないでしょうか。きっと海外の皆さんの中にも、同じように感じた方がいるかもしれません。でも、調べたり、先生のお話を聞いたりするうちに、少し考え方が変わりました。茶道で大切なのはお茶だけではありません。相手への思いやり、道具への敬意、その日の季節、空間の美しさ、そして一つ一つの動きにも意味があります。だから動きは単なるルールではなく、長い時間をかけて語り継がれてきた型なのです。この型という考え方は茶道だけではありません。書道、華道、柔道、剣道、弓道、能、歌舞伎。日本には様々な伝統文化があります。そしてその多くには
まず最初に学ぶ型があります。海外では自分らしくやってみよう、自由に表現しようと言われることがあります。もちろん日本でも個性は大切です。でも日本の伝統文化では最初から自分らしさを出そうとはしません。まず先生を見ます。そして先生と同じようにやってみます。意味がまだわからなくても、まずは繰り返します。実はこの考え方を表すとても有名な言葉があります。それが手張りです。今日はこの言葉を通して日本人がどのように学び、どのように成長していくと考えられてきたのか一緒に見ていきましょう。まず手張りの手。手とはただルールを守ることではありません。まずは最初の手から見ていきましょう。手は先生から教わった型をまずはそのまま繰り返す段階です。ここで大切なのは自分なりに変えないことです。皆さんはピアノを始めた日にいきなり自分で作曲するでしょうか？おそらくはまずは楽譜を見ながら先生と同じように弾くと思います。スポーツでも同じです。野球ならまずボールの投げ方。サッカーならボールの蹴り方。料理なら包丁の持ち方。どれも最初は基本があります。でも日本ではこの基本を特に大切にする文化があります。なぜなら型には何百年も積み重ねられた知恵が詰まっていると考えられているからです。実は私は最初、この考え方は茶道だけのものだと思っていました。でもよく考えてみると、自分自身も同じような学び方をしていました。例えば写真です。私は鉄道や風景を撮ることが多いのですが、最初から自分らしい写真を撮ろうとは考えていませんでした。まずは好きな写真家の作品を何度も見ました。構図や光の使い方、どんな風なボケがいいのか、シャッタースピード、そしてレンズの選び方、カメラの設定、どうしてこの写真はこんなに美しいんだろうと考えながら、できるだけ真似をしてみました。動画編集も同じですね。YouTube を始めた頃、編集が上手なクリエイターの動画を何度も見ました。どこでカットするのか、どこで音楽を入れるのか、どんなテンポで話すのか。最初は自分らしい編集っていうのはね、なかなかないのかなって思います。まずはね、上手な人のやり方を真似するところから始めました。その時私は自分らしさがなくなるとは思いませんでした。むしろ基本を知らなければ自分らしい表現も生まれない。そんな気がしていました。そう考えると、茶道の先生が何度も同じ動きを繰り返していた理由も少しわかるような気がしました。型とは自由を奪うためのものではなく、自由になるための土台なのかもしれません。しかしここで一つ疑問があります。もしずっと先生の真似をし続けるなら、みんな同じ人になってしまうのでしょうか。個性は
いつ生まれるのでしょうか。実はその答えが次の歯という考え方の中にあります。歯とは本当にルールを破ることなのでしょうか。では次の段階、歯を見ていきましょう。漢字だけを見ると、破る。つまり、ルールを壊すというふうに見えます。だから、手張りという言葉を聞いた人は、最初はルールを守って、最後には好きなように壊せばいいんだ、と思うかもしれません。でも実は少し違います。歯は何も知らない人が勝手にルールを変えることではありません。まず型を何度も繰り返し、その意味を理解する。そしてなぜこの型なんだろうと考え始めます。つまり、型を否定するのではなく、型を理解したからこそ、少しずつ自分なりの工夫ができるようになる。それが歯です。例えば、料理を考えてみましょう。皆さんが初めて日本のカレーを作るとします。レシピを見ずに最初から好きなように作ったらどうなるでしょうか。もちろん美味しくできることもあるかもしれません。でもまずは一度基本のレシピを作ってみた方が味の基準がわかります。ここにもう少し辛さを足したい。私は玉ねぎを多めに入れる方が好きだな。そう思えるのは一度基本を知った後だからです。写真も同じです。例えば写真を始めたばかりの頃、私はルールなんて気にしませんと言って自由に撮ることもできます。もちろんそれも一つの楽しみ方です。写真を始めておそらくね、1、2年は自己流だったなって思います。でも、YouTube だったりとか、あとは、プロのカメラマンの方から構図だったり光の使い方を学ぶと、この場面ではこう撮った方が伝わるんだっていうことがね、少しずつ分かってきます。そして基本を知った後で、あえて違う構図を選ぶこともあります。ここが大切です。知らないから違うのと、知った上で違うを選ぶのは全く別のことです。動画編集でも同じことを感じます。テンポだったりとか、カットのタイミングとか、字幕の出し方とか、何が正解なのかわかりませんが、上手なクリエイターの方の動画を何度も見たりとか、どうしてここで音楽が変わるんだろうとか、どうしてここで少し間を空けるんだろう、そんなことをね、考えながら少しずつ真似をしました。もちろんね、動画をね、たくさん見て、たくさん日本語を勉強している皆さんからのコメントもすごく参考にさせてもらっています。実際ね、その上で他のクリエイターの方はどうやってるのかなとか、どうするのが正解なのかなっていうのを、自分の中で考えて、いつも、採用するかどうかを選択しています。はい。でも今はね、以前よりも、ここは静かな方がいいなとか、ここは字幕を出さない方が伝わるとか、そんな風にね、自分で判断することが増えてきましたね。それは基本を学んだからこそ、少しずつ自分で選べるようになったんだなって思います。茶道でも同じことが言えるかもしれません。先生はただ決められた動きを繰り返しているわけではありません。何年も何十年も続ける中で、その動きが自然になり、その人らしさが少しずつ現れてくるのです。なので、外から見ると同じ型をしているように見えても、よく見ると一人一人少しずつ違います。呼吸のタイミング、歩く速さ
手の動き、お客様への気配り、そうした細かなところにその人らしさが現れてくるのではないかと思いました。私はこれが日本文化の面白いところだと思います。海外では個性は最初から大切にしようという考え方を聞くことがあります。一方で日本ではまず基本を身につけようという考え方が比較的強くあります。もちろんどちらが正しいという話ではありません。考え方が違うんです。実際現代の日本でももっと自由に学んだ方がいいという人もいます。昔のように何年も同じことだけを繰り返す必要はないという考え方も増えています。私もそれには納得できる部分があります。昔は寿司職人になるために長い時間掃除や下働きをしながら学ぶことがありました。でも今では効率よく技術を教える学校やお店も増えています。それは時代に合わせた変化なのだと思います。ただ一つだけ昔も今も変わらないことがあるように感じます。それは基本を知ることには意味があるということです。その基本を知らないまま自由だけを求めると本当に自由なのか、それともただ迷っているだけなのか、自分でもわからなくなってしまうことがあります。だから、鳩は型を捨てることではありません。型を深く理解した人が、その意味を考えながら、少しずつ自分の道を歩き始めること。私はそんな段階なのだと思います。しかし、手張りにはもう一つ最後の段階があります。それが理です。ここまで来ると先生の真似をしているという意識さえ少しずつなくなっていきます。では、理とはどのような状態なのでしょうか。理とは型を忘れることではありません。では最後の理です。離れると聞くと型を捨てることなのかなと思う人がいるかもしれません。でも実際には少し違います。理とは型を忘れることではありません。型を意識しなくても自然にできるようになることです。例えば皆さんは自転車に乗れますか？最初はとても難しかったと思います。右に倒れそうになったり、左に倒れそうになったり、ペダルを踏むことに集中したり、ハンドルを握ることだけでも大変だったかもしれません。でも今はどうでしょう？景色を見ながら、友達と話しながら、自然に自転車に乗ることができます。それでも乗り方を忘れたわけではありません。体が覚えているんです。私は茶道の先生を見ながら、そんなことを考えていました。先生は、次は右手、次は左手、そんなことを一つ一つ考えながら動いているようには見えませんでした。長い時間かけて学んできた方が体の一部になっているように見えました。だからこそとても自然で美しく見えたのだと思います。これは日本語にも似ているかもしれません。皆さんは最初に日本語を勉強したとき、です、ます、は、が、そんな文法を一つ一つ考えながら話していたのではないでしょうか。でも
勉強を続けると少しずつ考えなくても言葉が出てくるようになります。文法を忘れたのではありません。文法が自然に使えるようになったのです。これも一つの理なのかもしれません。私は写真でも同じことを感じます。今でも新しいことを学ぶたびに、自分はまだ種の段階なんだなぁと思うことがあります。新しいカメラ、新しいレンズ、新しい編集方法。最初は説明書を見たり、他の人の作品を参考にしたりします。でも少しずつ慣れてくると、この場面ではこう撮ろうと自然に考えられるようになります。そうすると、初めて自分らしい写真が撮れるようになる気がします。だから私は、手張りは一度終わるものではないと思っています。新しいことを始めるたびに、また手に戻ります。そして少しずつ前へ進み、いつか理に近づいていく。人生の中で何度も繰り返すものなのかもしれません。日本人は本当に型ばかりなのでしょうか。ここまで聞くと、日本人はルールばかり大切にする人たちなんだ。そんな印象を持った人もいるかもしれません。でも私はそうではないと思います。型を大切にするのは、型そのものを守るためではありません。その先にある自由な表現のためです。もちろん時代は変わっています。昔のやり方が今でもすべて正しいとは限りません。昔の修行は長すぎた。もっと効率よく学べる。そう考える人も増えていると思います。実際に日本でも教育や仕事のスタイルは少しずつ変わっています。私はそれは自然なことだと思います。文化は少しずつ変化しながら受け継がれていくものだからです。でも、どんな時代になっても一つだけ変わらないことがあるような気がします。それは基本を大切にすること。そして基本を身につけた人ほど自由になれるということです。茶道を体験した日、私はどうしてこんなに決まりが多いんだろうとそう思っていました。でも今日皆さんと一緒に手張りについて考えてみると少し見え方が変わりました。最初は不自由に見えた型ですが、その型があるからこそ美しさが生まれ、その人らしさが育ち、やがて自由につながっていく。そんな考え方が日本には昔からあったのかもしれません。そして私はふと思いました。もしかすると今、皆さんが日本語の勉強で苦労していることも、種の途中なのかもしれません。単語が覚えられない。文法が難しい。うまく話せない。それでも少しずつ続けていけば、ある日考えなくても日本語が出てくる瞬間が来るかもしれません。その日が来たら、皆さんも自分だけの日本語を話せるようになっているはずです。最後に、皆さんの国にもこの手張りに似た考え方はありますか？ぜひコメントで教えてください。私も皆さんの文化についてもっと知りたいと思っています。それでは今日も一日お疲れ様でした。また次の動画でお会いしましょう。おやすみなさい。